どうも、マゲです。今回はサンバーの鉱石窓とクォーターガラスの目隠しを作りたいと思います。内装は鉄板むき出しなので磁石で留める方法にしようと思います。イメージとしてはハイエースの純正カーテンのようにできればいいなと考えています。こちらがハイエースの純正カーテンです。アコーディオンのようでかっこいいですよね。ということで磁石で取り付けをするプリーツカーテンを作っていきます。今回のメインはこの IKEA のショッティスという遮光プリーツブラインドです。100センチ ×190 センチで遮光タイプです。1つ999円で2つ購入しました。長さが190センチなのですが、伸ばしきった状態でなので、実際に使える分はもう少し少なめなので注意が必要です。本来は家の窓などに両面テープで取り付け、マジックテープで開け閉めする商品です。素材がポリエステルなので加工が簡単そうで見た目も良かったのでこれに決めました。それとダイソーで超強力マグネット 13mm4 個入りを8個、強力スポンジ両面テープ 30mm×3m を4つ、強力タイプ両面テープ 20mm×8m を1つ、目玉クリップ 50mm4 個入りを1つで以上です。まずは窓のサイズを測ります。縦が約45センチで横は約88センチでした。このサイズより大きめにカットします。カーテンは縦100センチなので50センチで切って半分にします。これで少し内装にかぶせられると思います。本当ならもう少し長い方がいいのですが、残った方が使えない長さになってしまうので半裁にします。カーテンはカッターで簡単に切れました。表は不織布のような感じで、裏はツヤツヤな紙のような感じです。少し耐久性が心配なので、取り外しでよく触る両サイドにマシ張りをして補強した方が良さそうですね。次は横のカットですが、ここは難しかったです。無理なく広げた状態だとカーテンが垂れ下がってしまうので、ある程度ピンと張った状態で長さを決めました。山の数で17山に決めました。窓の7割くらいはある程度垂直に近いのですが、上の方は反っています。なので反る手前くらいのところにハサミを入れます。カーテンは窓の上部のゴムにかかるぐらいにしました。このハサミを入れた下の山に磁石とマシ針りをします。磁石はダイソーの磁石を使いました。このシリーズは強力なので気に入っています。この両面テープは磁石を仮止めするのに使ったのですが、なくても大丈夫です。この両面テープはスポンジ入りで厚みがあるので補強に使います。端に来るこの山に磁石を2個入れます。仮止めにテープを貼ります。スポンジの両面テープを先につけるとテープの厚みの分磁石が弱まると思うので、先に磁石を仮止めします。取り付け位置は磁石を包むようにしたいので折り目の近くにしました。端からは3センチくらいにしました。次にスポンジの両面テープを貼っていきます。折り目から数ミリ離した方が後で折り曲げるときスムーズです。磁石の厚み分段差になるのであまりシワが出ないように押さえつけます。そして内側から徐々に貼り付けていきます。この部分が一番傷むところなので補強を入れるためにもう一列テープを貼ります。
次に余ったカーテンを切ります。グレーの面はテープの付きが悪かったので、黒い面同士で貼り付けます。なのでこの場合グレーの谷部分を使います。カーテンはハサミで簡単に切れます。剥離紙を1枚剥がして先ほどカットした谷部分を貼り付けます。2枚とも剥離紙を剥いでしまうといろんなところが貼り付いて大変なことになります。片面を貼り付けたらもう1枚の剥離紙も剥いで内側から徐々に貼り付けていきます。余分はカットします。これで厚みがついたのでしっかりと補強になったと思います。次は反対側です。こちらはシートベルトがありちょっと特殊ですね。貼り付けられるようにこちらもカットしていきます。2箇所に磁石を入れたいと思います。補強用にもう一つカットしておきます。両面テープを貼ります。そして磁石をしっかりとつけます。先ほどと同じように1枚剥離紙を剥いで増し針を貼り付けます。つけたらもう1枚も剥いで増し針をつけます。こんな感じです。こちらも同様です。この余ったところは迷ったのですがカットすることにしました。取り付けてみたのですが少しシートベルトのところに当たってしまうのでカットします。磁石を入れた山だけの補強では心配になったのでその隣の山も補強します。取り付けてみます。シートベルトのところに差し込むとちょうどいいです。いい感じですね。上の部分の R の処理をします。カーテンを窓枠にあてがって印をつけます。あまり思い切らずに少しずつがおすすめです。切りすぎると後には戻れません。もし切りすぎてしまっても大丈夫です。増し針で解決できます。反対側も同様にカットします。最初は窓の型取りをしてからカーテンの作成をしようと思っていたのですが、それはそれで少し大きめにカットして微調整で整えて仕上げるので、今回のようにサイズを測って微調整でも大丈夫でしたね。この下の部分が少し内装との間があるのでちょっと帯をつけようと思います。それでは帯を作っていきます。9センチでカットします。3センチ折り込んでこのような形にします。
磁石を仮止めして両面テープで固定します。3センチ折り返して貼り付けます。隙間が空きそうなところに帯を取り付けます。残りの3センチをカーテンの裏側に貼り付けました。帯を2つ付けましたが、真ん中にも付けてもいいかもしれませんね。上はとりあえず大丈夫そうです。それでは取り付けてみたいと思います。上部の R もいい感じです。ここが一番うまくできた気がします。サイズも少し小さく、形も簡単だったので比較的うまくいきました。こちらはシートベルトのところが複雑でなくて作りやすかったです。上部左側は R にカットしませんでした。反ってる部分のしわ寄せがありましたが、こちらの方がしっかりと窓を塞げました。どちらが正解かはわからないので、左側はこのままでいこうと思います。左上は R がきつかったのでカットしました。この車にはミラータイプのフィルムが貼ってあるので、もともと中は見えにくいのですが、何も見えない感じになりました。カーテンの裏側はこんな感じです。ドアを開ければ真縛りが気になりますが、ドアが閉まっていれば全く気にならないですね。カーテンをまとめるのにダイソーの目玉クリップを使ってみたのですが、挟む力が強すぎですね。クリップの跡がついてしまいました。他のもので留めた方が良さそうです。かなり明るめのライトをつけています。カーテンの上は大丈夫ですが、下の部分は少し隙間ができますね。遮光性は完璧ですね。少し切りすぎたところは中が見えてしまいますね。下の真ん中にも帯を入れた方がいいですね。そうすればだいぶ良くなりそうです。今回のカーテンは1枚あたり700円から800円くらいでできました。見た目もよく簡単にできたので良かったです。あとは耐久性がどれくらいかですね。そこが少し心配なところです。それ以外は満足です。カーテン自体はつけたままでいいので、荷物が減ってすっきりしていいですね。今回は材料が足りなくてリアガラス分が作れなかったので、また後日作りたいと思います。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。